ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、岸田政権の外交評価について解説していこうと思います。ここ最近、立て続けに2つの出来事がありました。それは、日韓外交、そして中国に対する外交発言です。特に日韓外交については何かが決まったというわけではありませんが、残念ながら、ものすごいマイナス点をつけなければならない出来事があったので、しっかりと今のうちに話しておく必要があると思いました。何かが決まる前には必ずその前兆とも言えるような動きがあるものです。日本国内には残念ながらむしろ高評価をしている人たちもいるわけですが、私は全く違う評価を下しています。それでは日韓外交のマイナス点と私が評価している話、一体何が起こったのかニュースを見ていきましょう。韓国の報道機関ハンギョレの記事より、2年11ヶ月ぶりの韓日会談、岸田首相強制動員問題早期解決、具体的な言及はなし。岸田首相はカンボジアのプノンペンで開かれた韓日首脳会談後、強制動員被害者問題について早期解決を図ることで一致したと発言した。しかし、これに関し具体的な協議状況などについては言及しなかった。記事の冒頭文から日韓外交の大きな問題点が伝えられています。それは、本来であれば日韓外交上においてすでに解決し、蒸し返すなということが取り決められていたはずの強制動員問題について、改めてこれが問題であることを日本側が認めた上で、さらにこの問題についてこれから話し合っていこうというようなことが首脳会談で決まったかのように伝えられているのです。岸田首相は13日の会談後、記者団に旧朝鮮半島出身労働者問題、強制動員被害者問題に関し、ニューヨークでの自分とユン大統領の指示を受けて、外交当局間の協議が加速していることを踏まえ、懸案の早期解決を図ることで改めて一致したと述べた。ユン・ソクヨル大統領と岸田首相は9月、ニューヨークの国連総会を契機に会合した。当時日本政府はこの会談を歓談と規定し、韓国政府は略式会談と呼んだ。岸田首相は、ユン大統領と北朝鮮問題とともに自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて連携していくことを確認したとも述べた。岸田首相は韓日首脳会談に先立って開かれた韓米日首脳会議については、北朝鮮が前例のない頻度や対応で挑発行為を続けており、さらなる挑発行動も想定される。このような状況で日米韓の連携がますます重要になっているとし、北朝鮮の完全な非核化に向け毅然と対応していくことで一致したと記者団に語った。韓日の公式首脳会談は2019年12月に中国の四川省成都で開かれたムン・ジェイン大統領と安倍晋三首相の会談以来2年11ヶ月ぶり。日本政府は最近まで韓国最高裁の強制動員被害者賠償問題に関し、韓国が解決策を持ってくるまでは首脳会談は難しいという態度を示してきた。朝日新聞は日本政府が態度を変えて首脳会談を行ったことについて、北朝鮮による核・ミサイル問題があるとし、日韓は連携の必要性では一致しており、アメリカも日韓関係の改善を求めていたと報じた。官邸幹部は、徴用工問題が解決しない限り、会談はできないというわけにはいかなくなったと述べたと、朝日新聞は報道した。日韓首脳会談が行われたことを評価する人たちがいます。それは、これまでずっと首脳会談が行われていなかったのだから、ようやく話し合いができると喜んでいる人たちです。しかし私はその評価とは全く真逆の評価を今回行っています。なぜならば、このハンギョレの記事の中でも書かれているように、本来であれば強制動員問題を含めて、日韓関係の間にある大きな問題に対して、韓国側が何か問題を解決しなければ、日韓首脳会談など行う必要がないというのが、これまでは日本側の主張でした。今回このようにして日韓首脳会談が行われたということは、別に韓国側が何か問題を解決しなくても、これまで通り首脳会談を行うよという明らかに間違ったメッセージを韓国側に与えることとなります。朝日新聞をはじめとして日本の各紙においては、そうは言っても北朝鮮が様々なミサイルやこれから核兵器の実験を行うかもしれないし、もっと日韓や日米韓の連携を深めなければならない。だから仕方ないんだというような論調で報道を行っています。しかしこれもまた間違っていると私は思います。なぜならば、対北朝鮮の外交上においては別に首脳会談を経なくても、日韓は話し合いを行うことができます。それこそ外相会談などを行って、対北朝鮮の問題について協議すれば良いことであり、別に首脳会談を行う必要はないのです。少なくともアメリカからそのようにして、日韓の問題を少しでも解決してくれ、そうでなければ北朝鮮に対しての
対応がうまくいかないというのであれば、先ほども述べたように別に首脳会談しなくても大丈夫ですよ。外相同士でしっかりと話し合いを行って現場レベルでは対応ができるようになっていますとアメリカ側に答えれば良いのです。アメリカからの圧力によって韓国側が自称徴用工問題に対して何ら解決策を持ってこない段階において、このように首脳会談をするのは間違っているのです。そして今回の記事では全く関係ない話なのですが、新型コロナ問題において日韓の人の交流というものも長い間規制がかけられてきました。しかしここ最近ではその人の流れも復活しつつあります。しかしここにも私はマイナスの評価を下しています。なぜならば、新型コロナ問題があるその前の段階において、日韓の間には様々な問題があり、その状況というのは別に今になっても何ら改善されていません。レーダー照射事件に対して韓国側が何か謝罪したとかいう話もなければ、日本の旭日旗に対しても戦犯旗だというような発言を今でも繰り返していることに何ら変わりはありません。ここ最近行われた海上自衛隊の国際的な演習において韓国側の船も参加しました。しかしこの時も旭日旗に向かってあれは自衛隊機であって戦犯機ではないというような意味不明な言動をすることによって戦犯機問題を回避しています。しかしここにはあくまでも日本の旭日旗は戦犯機であるというその主張自体は未だに変えていないことの表れでもあります。あくまでも韓国側の小手先の外交対応であって、決してこれを日本は受け入れてはいけません。そういった意味でも、ここ最近の人の交流が再開されてしまったというのは非常に残念なことです。新型コロナ問題で容易に人の行き来ができなかったその状況を連続的に行うためにも、韓国に与えているノービザ優遇を廃止し、日本に来たいのであれば、その都度ビザ発行の手続きを行う、そうしたハードルを設けることが私は一つ韓国に対するメッセージになると考えています。そうした意味で何ら韓国側が事態を解決するための政策を打っていない段階において、日本側の方が結局首脳会談を受け入れるというのは、韓国にしてみれば、ごねていればそのうち日本が折れるわというこれまでの悪い実例を繰り返していると私は判断します。そうしたわけで日韓首脳会談が行われたというのは私から見れば明らかに大きなマイナス、大失策だと評価します。ただ、岸田外交というのは別に今回の日韓外交だけではないので、もう一つのニュースについても取り上げておきましょう。それは中国に対してはっきりと物を言ったかどうかについてです。関連ニュースをご紹介します。岸田総理、米中ロ参加の会議で中国名指し批判。香港ウイグルに深刻な懸念。ASEAN、東南アジア諸国連合の首脳会議に出席するため、カンボジアを訪問中の岸田総理は、東アジア首脳会議で中国を名指しし、東シナ海で日本の主権を侵害する活動が継続されているなどと訴えました。東アジア首脳会議には、ASEAN 首脳のほか、アメリカのバイデン大統領、中国の李克強首相、ロシアのラブロフ外相らが出席しました。この中で岸田総理は尖閣諸島を念頭に東シナ海では中国による日本の主権を侵害する活動が継続・強化されていると明言し、台湾海峡の平和と安定も地域の安全保障に直結する重要な問題だと訴えました。また、香港や新疆ウイグル自治区の人権問題についても深刻な懸念を表明した上で、地域における経済的威圧に強く反対しました。ロシアによるウクライナ侵攻については、ロシアに核兵器を使用させないよう国際社会として明確なメッセージを発していく必要性を訴えました。日韓首脳会談については私はマイナス点をつけましたが、こちらの中国に対してはっきりと物を言ったという外交についてはプラス評価です。特に日中間においては、例えば尖閣諸島周辺に常に中国の公船が居座っているという問題があり、尖閣諸島だけではなくその周辺においても中国の測量船が領海侵犯なども行っています。そういったことが起きたときに日本側は日中間の外交としてこのようなことが起きて遺憾ですといった具合にして何ら効果のない声明を発表するだけにとどまっています。ですから今回のような国際的な協議の場においてはっきりと中国に対して批判を行うというのは他の国からも見える形であり、これは日本の立場を表明する上で非常に重要なことなのです。一方で日本国内の報道においては、こうした中国を国際的な協議の場において明確に批判することは中国の体面を傷つける行為であり、日中外交にマイナスだという批判をする人たちもいます。それこそ私からしてみれば、なぜ中国のメンツを重んじて日本の領土を中国が奪おうとしていることに対して声を上げることができないのかと反論したいです。ただ、こうしたはっきりと物を言ったことそれ自体は良いのですが、
もちろんこれは完璧な話ではありません。例えば口で何を言おうとしても、実際に何をしているかという点について言えば、岸田政権には問題がたくさんあるからです。例えば、中国側のスパイがたくさん日本にもいますよというのは別に今に始まった話ではなく、ずっと昔から言われている話です。ところが、そうした長年の問題に対しても未だに日本はゆっくりとしか問題を解決する動きができていません。スパイに特化した取り締まり用の法律も作ることができないし、また情報管理するという面においてもまだまだ不整備な面がたくさんあって、制度も人も不十分な状態というのが続いています。岸田政権としては経済安全保障ということや、もしくは防衛費の増額など様々な面で少しは改善するよというアピールはしているのですが、これらの動きは状況の悪化に比べれば非常に遅いと言わざるを得ず、前進はしているんだけれども、評価としては不十分なものにとどまざるを得ません。国際情勢を見れば、ロシアによるウクライナ侵略という実際に戦争が起こっているという現実を見れば、いずれ台湾有事は起こるし、台湾有事に付随して日中の武力衝突も起こるぞというような前提条件を持った上でしっかりと対応していかなければなりません。そうでなければ、いつか起こると言われていたのに結局間に合わなかったといったことが現実になってしまうからです。岸田総理が中国に対してしっかりと批判できたということはいいのですが、それに伴って行動を起こし、日本国内の法律や人の整備といったものを進めることを行わなければ十分な対策とは言えないでしょう。というわけで今回の動画はここまで。日韓首脳会談が行われました。これを評価する声もあるのですが、私はこれに大きなマイナス点をつけます。一方で、中国に対する批判声明を出したというのはこれは良いことです。しかし、これはあくまでも以前よりはマシという話であって、まだまだ日本国内の法律や組織の整備といったものが間に合っていないのは現実であり、現状に満足せず、さらなる改善が必要でしょう。あなたは私の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと感想のコメントをぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。